日の丸の写真、これ結構びっくりすると思うんですけど、これはこれはね、東京っぽいですけど、シンガこの場所はシンガポールなんです。それでこのキャプション読めると思うんですけど、2周年記念ですよね。陥落して2周年で、これ2周年ですね。44年ですね。でこれ現地の人です。これ南って字はその前に昭和の昭が入って湘南市、シンガポールのことでね、改名したんですね。それでその上の方に馬の、ね、あれはマレーシアっていう、その市民たちがこう集って、日本のその軍政引かれてましたけどね、その軍政が良かったということですよ。そうですね。これ動かぬ証拠ですよね。すごい旗の国旗の数がすごい。信じられないと思うんですけど。でこの終戦記念日、フィリピンで100万人が犠牲になったと。そういうふうになんか NHK とかいろんなところで報道してましたけどね、100万人がなんか日本人がその惨殺したっていうか犠牲にしたようなそういう意味合いがあったと思うんですよ、見てた人は。ところがこれマニラ入場のこれほんの9日か10日ぐらいで入場してる姿ですね、日本の戦車。ところが子供とか大人は頭下げて子供も日の丸振って感謝。これからこう日本に対して敵対してるような意識って全然ないじゃないですか。だって戦車に対する恐怖心がないからあんな端まで行かれるわけです。そうですそうです。32年1月撮影でこっちの方はその日本の軍政を解除して独立を認めますよという43年の3月で9月独立軍政解除してマニラ独立フィリピンは独立してるんですけどね。これちょっとその感謝のこれ集いのその集会なんですよ。これはもう何十万人っていう感じなんですね。で実際はこれ42年の43年かな、これマニラバタン半島陥落からあれですね、マニラにおけるバタン陥落1周年ですよね。42年に陥落ですから43年1周年で、マニラバタン半島コレヒドールだとか、7万8,000人の捕虜、バタン市の行進とかね、バタン市の行進って、その陥落を祝ってフィリピンの人たちが集まってたと。それで先ほどの独立を認めた時のその別の写真はこういう写真もあるんですよね。先ほどの写真のこれ次の写真ですけど、これだけの市民もう何万人ですよ、何十万人ですよね、マニラに集まったり。これまあこう競技場みたいなところに集まって祭典をしているということですね。それでこれもその一連の写真です。ちょっと視点を変えて。これはすごい。いやこれもこの中で学装団がいたりとか、そういう一連の写真ですよね、これ。だから東南アジア、フィリピンはね、東京裁判で英米と一緒になってその厳しい判決の判事がいたんで、なんか日本にすごい敵対してるかなというふうな誤解があるんですけど、それは一切もう間違いで、間違いっていうかその戦後洗脳政策でそうなっちゃったんで、実際はもうこういう状態ですよね。もうこれはアメリカが破壊したその鉄道を1年半ぐらいで日本が全部復旧したという感謝のこの行進ですよね。でこれもその関係者の人たちの感謝、鉄道復活感謝で、これラウレル大統領、初代大統領、でこれもその時の集会ですね、これ。すごい人だ。そのフィリピン人によるフィリピン人の国会において大統領選出してるんであって、これも就任式、一連のね。だからその日本が平和進駐してたんであって爆撃する必要ないじゃないですか。で艦砲射撃爆撃して100万人の犠牲者っていうのは山下大将がフィリピンに入った頃はもう日本はもうおせおせでやられてましたからね。で再上陸してきたらもうフィリピンの次はもうオレンジ計画に基づいていくとフィリピンから台湾、それで沖縄って入ってくるのも目に見えて、だからフィリピンが止まらなければ日本本土に来るというそういう流れの中で特攻隊が生まれたわけですよ。でこれはもうその独立した時の式典とか祝いだとかこういう写真、
民族衣装を着てもう信じられないでしょ、ねでアメリカが無差別でマニラ爆撃してスペイン時代にできたそのゴシック建築の教会が18棟あってそのうちの16を破壊してるんですから、残ったの今残ってるの2棟、そういうやり方をしますね。だから日本じゃないですよ、フィリピンをガタガタにしたのはね。でこれはインドネシアですね、ジャワ島で。インドネシアもジャワ島は本当9日間ぐらいです。ジャワ島も同じです。ジャワ島もなんちゅうのかな、これ同じような、これフィリピンと似てますよね、これ戦車歓迎する、親指を突き出してるのはね、最高という意味で子供たちがグッと、そうそうそう、で最高最高って喜んでるんですよ子供たちが。それでこれ陥落のもうジャワ島が陥落してもう1週間もしない間ですよね、陥落後1週間もしない間にこれバンドンの駅だと思うんですけど、こういう平穏を取り戻して、だからねみんな誤解してるのは東南アジアで戦ったのは日本と現地の人じゃないんですよ。日本とオランダ、日本と英米、植民地、駐屯軍とそう戦ったのは現地の人じゃないんですよ。だから現地はこういうふうに占領っていうかね、日本が上陸してからもう1週間でこういう状態、でこれが終戦の 3年半ぐらいまでこの状態がもう続いたわけですよ。そうですね。だからこの辺の歴史全然やらないじゃないですか。やりませんね。だからそれはね非常に問題だと思うのは、例えばこれはジャワ島の子どもたちですよ。お盆の頃お盆踊りしてるんですよね。子供が浴衣着て、和装してますですね。だからこういうのは中国では見れなかった風景。実際は日本は差別なくね、現地の人も日本の兵隊さんも一緒にこうやって治療してたんですよ。この写真は掲載してませんけどね、掲載できなかったですけど、こういう状態だったんです。ニューギニアだとか何も現地の人も日本兵も分け隔てなくね、それで今南の島に雪が降るってあそこにポスターありますけど、要するにこれから今出す写真は全部南の島ですよ。こうやってドラム缶でお風呂に入ったり、入浴してるんですね。そうです。だから南方の情報ってほとんど写真では見ることできないでしょ。そうですね。下で火をくべってるわけですね。そうです。だからその南方のね情報は本の中でたくさん。これは結構ね、私新さんがそんな写真あるのって驚いてたのは、こっちの白馬に載ってる写真、これはね軍隊の補助軍隊のようなペタと現地人3万8,000人組織したんですね。その時のその司令官が原田熊吉さんという白馬に乗ってる人が観閲してる写真ですよね。でこの人たちが独立の基本として組織だった動きをしたのはこのペタの人たちですよね。この訓練があったからインドネシアの独立が達成できたと。でこういう写真っていうのはね、ペタはあってもこの写真はすごい珍しいと思うんですよね。それでそのインドネシアの話は結構カナトモコって戦犯法廷の NHK のとんでもない NHK のディレクター、自分サピオでボンと叩いたことあるんですけど、その宗教を奪ってさ禁止したと、イスラム教。ところが違うんです。こういう状態ですよ。イスラムの人たちに対して敬意を持ってさ、日本は文書の方でも詳しくやってますけど、こういう状態ですね。イスラムの要するにイスラム教徒の礼拝は全く制止しなかった。自由にさせていた。そうです。信頼関係を持ってやってたんで、だからこの一枚で完全にそういうのを吹っ飛ぶと思うんですよね。いい加減なことはね。それで中国の方の武士道精神の方で見れなかったのはこれですね。こういう写真はね、こっちの方にも2枚、本にも2枚ぐらい入れたんですけど、この相撲は日本軍が教えたんじゃなくて、その3年半平和だったんですよ。ね、占領まあ3年半っていうか、そのラバールとかあの辺奪還されて44年ぐらいからちょっと不穏になってるけど、間違いなく2年間はもう平和な感じでね、のんびりして、で現地の兵隊さん相撲を取ってたんじゃないですか。教えたわけじゃないのに見よう見まねで子どもたちが相撲を取るようになったんで、これは兵隊さんが行事役やって現地の人たちとこういう大会をやってたという。これは中国ではこの姿はないですよ。ここまでの。で
それは黒いんで現地の人、これもその本の中に入れた写真で、これ見ていただくと分かる通り、これ正月なんですけど、これ日本じゃないんです。ジャワなんです。ジャワ島なんですよ。羽子板をやってるわけです。黒人の方が羽子板やってる。そうなんです。普通にこう有効な感じで。でもわずかにこのなんかちょっとバナナの木っぽいのがあるから学校だったらわかりますね。本当ですね。和やかな感じですよね。だからその中国では絶対見なかったものっていうのは、先ほどお相撲のね、そういう大会みたいな写真でしたけど、こっちは大会じゃなくて、そのつい日本の兵隊さんも行事役買って出たって、現地の子どもたちがこういう好き勝手に遊んでる状況です。これね。なるほど。お母さんたちも見てるみたいな感じ。日傘も日本風になって。だから見よう見まねで子どもたちが見よう見まねで兵隊さんの真似してこうやって遊んでた。これは中国では一切見れなかった風景です。なるほど。いや、これはなかなか貴重というかね、なかなか知られてない。だからその占領時代の映画でね、南の島に雪が降るとか、そういう映画のシーンのそういう南の島ですね、これ全部。でこっちは南の島に届いたその手紙に対する、内地から届いた手紙、それを読んだ後また手紙を書いてる、現地で手紙を書いてる姿ですよ。なるほどね。こういう南の南洋諸島の写真っていうのは今までほとんど出たことないと思います。そうですね。この写真はその現地の人が飛行場を作るのを手伝ってくれてて、ね、自発的に、それでそのできた時にその日本のこう飛行機が飛んで着陸したと、それを万歳と。で共同産業がこういうふうになるんだということを感激してたらしいですね。個人じゃなくて共同産業というものはこういう大きい飛行機が飛んでくる。それで現地の人たちに対してその欧州でもオーストラリアでもアメリカの人たちでもね、ラバルとかあの辺に基地を持ってても差別してたわけですよ。それでインドネシアなんかも治療はしてても現地人とその全く別、分け隔てなくやってなかったと。これは日本がもう南洋諸島に進出してまだ 2,3 ヶ月の時なんですね。医療班が現地の人たちの病気の治療、予防接種みたいな。そうですそうです。でこんな現地のどうのこうのでその日本軍がね全滅したとか死んだだとか、それを無視してとんでもないだとか言ってアマゾンのレビューに書いてますけど、そんなことはありえないんで、日本の兵隊さんも分け隔てなく区別なく、だからその現地の人からすごくこう日本差別してなかったんで受け入れられてたっていうことが分かるんですよね。でこういうアイウェイオとかその文字の伝達ができなかったんで、これは文字の伝達でカタカナを教えてるんですよね、南洋諸島の住民に。だから完全に溶け込んでますよね。なんかおじさんが何か教えてるみたいな、日本人っていう外人っていう感じじゃなくてね。だから日に焼けるとなんか現地の人みたいで、なんか本当に寺子屋的なね、なんかそんな感じですよね。これは日本の兵隊さんが暇して寂しそうだっていうんで、現地の人たちがこう激励にこう訪ねてきてくれたっていうキャプションついてますね。だからその現地でこう相撲を取ってるなんかこっちなんかね、ごく普通に、全然違いますよ。そうですね。だから要するにそのレビュー1個しか載っけない嫌がらせっていうのは多分虚偽だと思うんですよ。要するに武士道精神では中国は全然歴史が嘘を教えてるよっていうだけじゃなくて、こっちの方は完全になぜじゃあこっち行かないのみたいな、そんな反日でね、歴史でひどいことばっかり言ってるところに行ってばっかりでね。だからこれはアメリカの飛行機を撃墜したということで現地の人が踊りで祝ってくれてるわけですよ。で兵隊さんたちこう見てますよね。だから南の島に雪が降るとこういう友好関係があったということですね、南洋諸島ではね。だからこの南洋諸島のこれ、治療の、現地の人だから分け隔てなくやってたっていうことですよ。だって兵隊さんこんな笑ってないですもんね、普通ね。笑顔ね、いつも笑顔ですけど。それでこの武士道精神のこっちの方はその中国のことに関して1940年で終わってんですよ。例えばね、
南洋で治療してた、はいしたらじゃあ南京で中国で割ったら無料でこう治療してたんですよ、ええ、で同人年院費施行ただでやる。そうですそうです、それでこう治療風景こっち写真ね、こっちの方では1日5,000人地域の、でこれ南京陥落から半年後ぐらいなんですよ、この写真は、5,000人ですよ1日多い日はね、でこうやって治療してる写真、だから嘘800も、だからもうひどい感じですよ、でこれも半年後ぐらいなんですけど陥落ので日中人望って要するに中国の兵隊さんと日本の兵隊さんが戦死した共同慰霊祭で中国人も出て、ここに中国人の小学生なんかもこれ列席してますでしょ、なるほ半年後ぐらいですよ、ど。お子さんがね。そう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 、だからこうで、これはね結構南京で捕虜になった人は皆殺しになったというふうにそういう一般に浸透してるじゃない、ね、ところが日給いくらって30円ぐらい払われ30円ぐらい払われてて、ちゃんと給料払いながら捕虜としてきちっと戦時国際法にのっとって捕虜としてこっち扱ってたわけですよ。国民党の兵士を捕虜にした時にお金払って。そうですそうですそうです、日当が出るんですか、捕虜って。いや普通出ないと思うんですけど。でこれが昭和13年だから14年ですから1年後ぐらいですよね、32週、この写真はね、南京陥落からまあ1年だってきちっとした服着てますもんね。1年ちょっと経ってるかな、でもう何百人も写真はこう両端ちょっと切っちゃってるんで、解放式今日で解放しますよと言って捕虜を解放してるこの写真ですよね、こういう写真は北京でもありますし南京で上海の写真もあります、でこれはいそいそと帰り自宅してね、それでこれが解放されたその捕虜の人たちみんな笑顔で、何も虐殺もしてない。だからその犯罪行為を働いた捕虜だとか、それは処断するっていうのはとりあえず戦時国際法違反でも何でもないですからね、それでこれ39年から40年にかけて、南京とこれ南京なんですけどね、この辺はね、でこれは玄武湖ってこれ南京40年の写真で、これも40年の上海の街角の写真ね、これで終わってて、例えばじゃあ中国1940年で終わって、終戦までのその間5年間どうだったんだろうって疑問が起きるじゃないですか、その疑問にね答えれるように、この中でちょっと中国入れてるわけです、でこれがこれはね、これ盧溝橋ね、これ上海、これ南京で、実際これ朝日グラフにどう出てたかって言いますとね、ちょっと持ってていただけますか。これはねこうか、盧溝橋の37年の盧溝橋の写真がこれです。盧溝橋の橋の上の写真。拡大してるんです。そうですそうですね、これね。それで5年後の43年がこういう状態ですよと。日本人の女性と中国人が手つないで日常的に歩いてる写真、こういうふうに比較できるように出てたんですよ。なるほど。でこれはね、これは上海、これは上海の37年南京攻略戦の前のこの上海の通り、これはね、で実際43年5年後はこっちの上の写真、これが上海ですよと43年、すごく平和的にね、そうです、歩いてますで実際43年の朝日グラフなんか見ると東京よりも和やかな感じでね、平和を謳歌してたみたいな、そういう感じですよ。それはでこれは南京37年の南京のこれ中華門だと思うんですけど、それがこっちの中では、平和になってる、そういう比較できるような感じでずっと、これですね、43年の南京、こういう感じで。これが37年。多分唐は新秩序って書いてるんじゃないですかね。そうですね。見せてください。37年とこっちです。
この下、はい、こっちかな。とそうです。秩序と多分書いてるんですよね。それでこの掲載した写真の中で驚くのは、アーヘン戦争100年、こういう大会を南京でやってたんですね。上海とか南京でね。すごいんですよ、こっちの方の。講和大会。そうですそうです。アーヘン戦争に対して英国に対してさ、もう100年、反英ですよね、講和大会。それで一番ね驚くと思うのは、この国民政府と国民政府欧朝名の国民政府とね、歴史的に日華共同宣言にこう調印しているこっち側の方の日本人のこの日本人の方は重光さんなんですね、大使としてね。それでこの調印した後に中国側の大使の人が読み上げてるのは何かって言ったら、米英に宣戦布告です。なるほど。そうですね。米英に宣戦布告してたんです。それでそのね、王朝政権がどのぐらいの力があったかって、日本は戦争に中国に負けてないですから、実際ね。で王朝名の方も終戦まで北京南京とかね、上海だとか広東だとか完全制圧してたんで、蒋介石が生き残って出てきたのはアメリカに日本が戦争を負けて、アメリカが蒋介石を支持してたから出てきただけで、中国戦線で日本は負けてないですから。それがね、これ一発で分かる写真、これです。これは南京の、これ多分中山路だと思うんですけど、南京城内ですよ。5000人の王朝名の軍隊のパレード。そうです。日の丸があって、でこっち側は王朝名の方の国民政府の旗ですよ。5000人ですよ、この軍事パレード。43年2月ですか。だから軍事パレードだからずっとこう軍人さんが隊列組んでるじゃないですか。このパレード見るとこれ日本人じゃないですから、王朝名の軍隊ですから。姿形ないでしょ、蒋介石なんか。そうですね。これは上海の疎開を返還の調印式ですね。日本が率先して上海の疎開を返しちゃってるわけで、返還してるんです。なるほど。王朝名政権に返還してるんであって、日本が全部悪い、日本のやったことは全部間違いで、全部間違いを認めて批判するんであれば、日本が率先して上海疎開返還協定これしてるわけ、王朝名政権に。そしたらそれ間違いであれば疎開戻せばいいんじゃない？それは日本がね率先して、それでこっちのページにはね、フランスとイタリアも返還してんですよ。この返還してるその中国政府は王朝名政権ですよ。なるほどなるほど。だから王朝名政権は中国を代表してないから全部無効っていうのであれば、今現在も上海の疎開はフランスもイタリアも残ってるってことでしょ。そうですね。だから王朝名政権を蒋介石当時国際社会でも国際法上返還協定のこの調印を有効ということであれば、王朝名政権が中国を代表してたっていう何よりの証拠ですよこれ。でその返還されたその市民はこれ北京でこれは上海ですね、大喜びですよ。返還されたっていうのでね。それで実際は南京でこの写真はね、南京でその王朝名の軍隊と日本の軍と共同訓練、演習ね。その後に日本のお母さんたちがこの割烹着で中国の兵隊さんたちを、王朝名の兵隊さんたちを接待してあげてる。日本の兵隊じゃなくて中国人なんですね。そうですそうですそうです。信じられない写真ばっかり出たと思うんですよ。でこれはこれも南京ですけど、これもパレードしてるのは日本がこれ最初ですよね。1900年の義和団の乱で中英権を持ってたわけですよ、アメリカもイギリスも。それをこう放棄、日本がね、その放棄したのも日本が最初ですよ。一応英国も全部持ってましたからね、中英権はね。でこれ横の写真びっくりすると思うんですけど、これは安倍さんの祖父の岸信介さん。要するにこれはね、発行日は見ると17日、確か17日なんで、太平洋戦争始まってんですよね。大東亜戦争っていうか太平洋戦争、アメリカとの戦争がね。12月ですか？そうです、12月。ところが実際は戦争を匂わすような
その表現も何もないんで、この記事は写真はその春ノートが出たあたり11月の27日ぐらいにこれ撮影して、直前ぐらいですかね。12月8日の戦争に関するようなものは全然書かれてないんでね、だから春ノートは出た後だから春ノートがねこんなね理不尽な要求をアメリカがしてきたんだよという、で情報戦を戦う認識あれば春ノートの全文を世界同盟通信って巨大だったですから、同盟通信がねその友好関係を維持するために平和条約関係の流れの中でアメリカと1年以上前からずっといろいろな会議してたわけですよ。それでかなりいいとこまで行ってたわけですよ。ところが全部それをね机をちゃぶ台ひっくり返すような感じでアメリカ春ノートを出してきたわけ。でグルー大使はその春ノートが出された時に日米開戦のボタンは押されたって戦後回想録に書いてんですよ。はっきりね。通りでナッパ作ってるっていうのはすごいですよね。そうですね。千駄ヶ谷だとかいろんな写真ありますよ。それでその頃になると野草をどの薬草が食べれるかとか調理法だとかそういうのが出てきたからねちょっとそれでなんかこう戦闘神風特別攻撃隊がなんか頭が狂ってさおかしくなったからあんなことできたっていうけどこれは神風特別隊に参加したかどうか分かんないですけどこれは海軍の航空隊の訓練の合間を縫ってその茶の湯をきちっと精神統一そうですそうです畳みたいなの引いてるんですね。そうですそうですそうです。これ野外ですよね。そうです。だってだから何も冷静でさエリートだったですからねみんなね。そうですよね。みんなすごい教養があった方ばっかりですもんね。でこっちはもうビルマの独立の象部隊だとかねこれもっと写真がね象が延々とこの象の写真すごい象の写真でのどかでね平和の時ですこれは象部隊が移動してるのはね。ああなるほど。ね。これ川ね。だからミャンマーとの関係はミャンマーも43年独立してんですよ。それでミャンマーも当時ビルマも英米に宣戦布告しちゃって。だからそんなの語られてないじゃないですか。だから日本とのその交流関係っていうのはこう桜そのミャンマーの高地に桜が咲いてて桜の説明してる兵隊さんとかねこれはミャンマーのこっちの方は正月ですよね正月飾り作っててだからそのインパール戦を戦う前はもうこれだけのどかだったっていうことです。でインパール戦はその日本軍が8万人、インド軍が2万人ビルマ国民軍が3万人、それ日本軍は3万人しか戻れなくて5万人戦死してんですよ。でのどかですよね。だからそのインパール戦が始まる前はすごいのどかだったんですよ。なんかこれぬいぐるみみたいなのこれ日本から届いた慰問袋の中に、兵隊さんと子供にこう分け与えて子供たち、だから本当一番びっくりする写真これ何度も見直してねこれは違うどこだろうとびっくりするのがね、この写真は皆さんびっくりしますよこの写真、これどこだと思います？盆踊り何ですか？日本舞踊を踊ってるんです。そうでしょうね。日本国内ではないですか？最初だから日本に留学してるミャンマーの方々かなって少女かなって感じに見たんですけど違うんですよ。ビルマのこの少女たちが自分たちで着物を作ってその扇子も作ってそれでこれ学芸会の一場面というかその練習風景みたいなそういう感じなんですよねこれ。それでじゃあこれ今より絆が深そうじゃないですか日本との完全に。それで花嫁学校みたいなねこういうのもビルマの写真。これも本当だ。あっちの椅子に座ってるビルマの人たちね作法を教わってまた地面にござこれはネパールのね留学生の方から聞いたんですけど今はちょっとネパールのねその中心街都市部ではないらしいんですけどその親戚のおばあちゃんのいる田舎の方に行くと全くお茶の作法日本に来て驚いたのは「どうぞ」とか言ってひざまずいてその作法はネパールの奥地に行くと同じですって全くお茶の作法こうやってお辞儀して「どうぞ」とお茶出す
だからまあ民族的にはインドネシア、ね、ビルマ、ネパール、ブルネ、似てんですよ、遺伝子も。マーレー半島の遺伝子と一致してますしね。相当日本にシン人のパシーね。もあるし、お嫁に行きたいとかそういうのもあったんですかね、日本人にそうですね嫁ぎたいとか。日本語学校その占領しイギリスを追い出してからビルマで200校ぐらいできてたらしいですよ。そうですよ。でこれパゴダっていうのビルマのお寺を破壊した。で一瞬ビルマ英国がね腹いせで独立で英米に宣戦布告したからその腹いせに英国がやったかなとも一瞬思ったんですけど、本文読んでたらこれはやったのはアメリカです。日本だけじゃなくてねマニラのそのお寺教会も破壊してこれ日本だけじゃないですからね。無残に破壊されちゃってますこれね。ねいや僕ちょっとこれを見て思ったのがね、アフガニスタンのタリバンが石窟寺院を破壊してたのをねアメリカが非難してたじゃないですか。同じことでてめえがやってるだろうってね。そうあっちこっちでねとんでもないですよね。だから終戦が1週間遅れたら京都やられてたんですよ。パンプキンというそのモギバグダ終戦でやるとねテニアン島かなんかに新しい原爆が届いて、日本が15日じゃなくて1週間遅れてたとしたら、要するに陸軍大臣だとか一応京都をやっちゃうと終戦の後のねその戦略がちょっと難しくなると反発も大きいから。ところが広島長崎それでまあ陸軍の上の方は抑えててもそれでも降伏も日本がしなかったら3発目は京都だったんですよ。温存してたみたいな。寺院だけじゃなくてこういう状態だったですよ。もう無差別爆撃ですよ。これはビルマビルマ、ミャンマーね。空がこう黒いが多分燃えてる梅園かなんかがある、もう無差別で破壊されまくって、こういう状態だったんですよ。だからね平和進駐してた日本軍が空爆する必要ないわけでしょ。当然そうです。でしょ。マニラにしてもラングーンにしてもビルマにしても。だからこういう空爆して爆撃したのは全部アメリカですよ。そうですね。まあそのアメリカ、フィリピンなんかマニラも相当ね廃墟になったと思うんですけど、それを日本軍のせいにしているようなところがありますからね。もうみんなそういう誤解してますよ今現在も。だからその誤解だけはね日本人やっぱり解かないといけないと思うのは、例えばこれチャンドラ・ボースとか大東亜会議これ日比谷公園なんですけど何万人ですよ。大東亜結集国民大会。でこれはねなんかその言葉自体使うと右翼だなんだかんだってことになっちゃうじゃないですか今現在その言葉だけでもね。実際はそのこれここに大東亜共同宣言文を原文でこれ全部載せましたここに。これ読めばすごい素晴らしいこと書いてるわけですよ。EU なんかのその先を行くようなねきちっとした感じで。これ読めば初めてのね有色人種のでこの椅子に座ってるこの写真のこの延長上でこれでこっちの大きい日比谷そうです日比谷公会堂か。割とね教科書資料集とかで割とこっちだけがね本の方のねこっちね割とよく教えてる方でも割とこっちだけを使うパターンが多いんですけど、そうだと思います。こっちを見せる方がいいかもしれない。そうですね。どれだけ支持されてたかこれは CG じゃないわけですからね。だからそのアーノルド・ジェ・トインビーが大東亜戦争のその目的とその貢献で利益を得たのはその共栄圏の中に入ってた利益を得た国々。だから大東亜共栄圏のインドネシアだとか独立を維持できた、そういうところの人たちには大東亜共同宣言その流れの中の日本のやったことは歴史上素晴らしいってイギリスの新聞にそう書いてあるんですよ。これ1ページ目に載っけてありますけどね。最初のところですね冒頭。だから要するに日本の産品学者がガタガタ1,000人2,000人集まってね日本のその大東亜戦争を批判してもね、20世紀最高の歴史学者と言われるトインビーがこういうことを言ってるんですから、なんで政治家はこういうのベトナムの人じゃなくてほとんどがフランス人。これはフランスの兵士ですよね。それはフランスの兵士、要するにつまりビシー政府の最後ですよね。男女学生旗持ってさアジア解放ってだから純粋なんですよ。だから子どもたちはその利害関係がないから純粋にね日本でやってベトナムの独立するのはいいんじゃないっていうようなそういう流れだったってことですよね。
それでこれはビブン首相タイのね、だから日本と共同声明出してくれて米に宣布国して奥さんもこう軍服着てね、奥さん、奥さんも軍服着て、でタイに対する気持ちっていうのはね、日本人は絶対感謝しないといけないと思いますよ。要するにゴムだとかそういう物資を全額を拠出してくれたり、タイ国はね、それでその戦後賠償も安くしてくれてね、借金してたんですよ、タイに戦時中。日本が21億バーツかな、それを戦後47、8年か生産する時に行けば相当な額になってたんだけど、日本もめちゃめちゃじゃない、でもう安くしてくれて、その団長さんがポケットマネーで花子、象の花子と米を拠出出してくれて、でなんと驚くことの中で、その1948年、花子、象の花子を子供たちのためにって言ってね、送ってくれて、その花子さん生きてるんですよ今も。そうなんですか。吉祥寺の自然文化園の中に動物園あるじゃないですか、あそこに花子っているのはその花子です。そうなんですか。そうです、その花子です。だから吉祥寺行ったら、要するに実際こっち中国の嘘を暴いた本の方が本来ならやばく感じるじゃないですか、ね。これ読むと何期も何もなかった嘘ばっかり。ところが今現在もう中国はね、嘘ってバレたって関係ないと。尖閣の嘘もバレた、韓国もそうですよ、竹島の嘘バレた、慰安婦のあれも嘘もバレてるかなってもう分かってますよ。だけど完全に彼らは開き直っちゃってるわけですよね。で歴史認識を語るほど人権だとか慰安婦で人権だとか歴史はどうのとか、それだけ高尚なね民族じゃないですよ。人権思想とか、人権思想がそういう高尚な民族だったらさ、世界のね年間の死刑の半数以上は中国ですよ。そんな国が人権だとか歴史認識でさ、正しい歴史認識とか言う資格ないです。だからね、日本人真面目だから歴史認識っていうと歴史認識と思っちゃうじゃない、ところが歴史認識の前に金なんですよ。全て金からスタートしてるんです。教科書書き換えどうのこうのって騒いだ時、韓国の経済もパンクしてね、もう破綻する状況の中で1500億円日本入れて、で慰安婦問題のきっかけになった日本が謝罪して物質的な援助を求めないだとかキム・ヨンさんが言った以前にね、もう約1000億いってんので、この間西岡さん全部返したなんて言ってたけど、その財務省国会議員の事務所を通して調べさせたら、その90年払った日本がお金出してあげた約1000億、そっちのお金の返還はまだ全て完済されてないと。84年5年6年のその1500億円、それは完済されてると。で約1000億、そっちの方はまだ完済されてない。それは利子はあるんですか、有利子なんですか。少しはね、もう利子もあるかもしれない。有償無償あるけどね。だから実際その歴史認識じゃなくてお金なんですよ。だから中国にとってお金、歴史認識、そういうものをね一緒に考えた時に、嘘はもうバレたって関係ないって、もうこっちで嘘バレたって開き直っちゃってるからもう関係ないっていうのはそういうスタンスですよね。関係ある。実際ね、チャンドラボースのこのね、その蓮光寺にそのインデラ・ガンジーさんとか歴代の大統領だとかみんなその日本に来た時に参拝してんですね。でこれ顕彰碑の後ろにこう参拝した人たちの記帳したその文章が載ってるんですけど、チャンドラボスのね、だからここはインド友好の聖地になってるんですね今現在。で日本はその国家元首がねここにね何人も来て参拝してるのに、一切日本のメディア報道しないでしょ。しませんね。これが偏向報道の極みの証拠、完全に証拠になりますよ。そうですね。だからこのね、お墓があるってのは知ってたんですけどね、その元首級が来てるなんて知らなかったですよ。それであれです、来てるだけじゃなくて、そのねチャンドラボスの要するにこの間慰霊祭あったんですけど、18日にね、8月18日慰霊祭、もう10年以上前にも1回行ったことあるんですけど、増えてましたよ。百数十人来てて、インドの方が
半分ぐらい。あ、そうですか。でインドの方にこの本のチャンドラ・ボースが戦った写真いろいろ見せたら、1枚だけは結構知っててね、見てびっくりしてるのはこれインパール作戦の写真なんですよ。これは日本のインパール戦戦った兵隊さんも知らなかったですよ。初めて見たって驚いてた。インド国境入って万歳してインド兵と。ね、それで5万人戦死して、それはね完全にこれからでも永遠に日本と友好関係、その5万人の方々ね戦死した。それでねこの写真がね結構みんなびっくりしたんだな、インドの人たち。これインパール戦の中の写真です。こうタバコつけ合ったり水あげたり、いい写真ですよね。すごい、みんな笑顔で、それで水をこうね支給してくれたり、日の丸で。インパールというとこの悲惨なね末期戦みたいな印象だけでね語られますけどね。だからねそのご遺骨がまだ未収集、それをねしないでねインドへ商売なんか行ったら恥かきますよ。インパール戦がきっかけになって連隊長 3人が裁判にかけられて、でチャンドラ・ボースは亡くなっても英雄になってたわけですよ、連隊長はね。それを裁判にかけて死刑にしようと思ったイギリスがもう思い違いで間違って、もう暴動騒乱状態インド中になってね、それで結局刑を与えても実質的には無罪放免しちゃったわけですよ。でそのあと2年後にイギリスはもうどうしようもなくなって独立を認めたわけ。それが8月15日なんです。だから日本が敗戦の日とか言ってるけど、アジア独立の記念日でもあるわけですよ。あのインドが8月15日に独立してんですから。だからその 45% 感じですね。で実際宗山さんがね総理大臣でマハティール首相に現地で会った時に、もう侵略戦争でご迷惑をかけたと。そしたらマハティール首相はねもう一別ですよ。50年前の戦争をねいつまでもそうやって謝罪することは理解できないと、バーンと。その時土井孝子も一緒に行ってたらしいですよ、衆議院議長。だからそれは小泉さんもバンドン会議何周年記念館の時で向こうで演説して侵略戦争をやったと同じく発言してます。そのことはこの中にも書いてますけど、全然歴史を知らない政治家と財界人がいると日本の国益を損ねてるという現実。本当に先生の心臓がもう負担がかかってますから今もう貴重なお写真選別するだけでも大変だと。この本も一緒にですね、ぜひ書店等々でお買い物もいただいて。対になってますからねこれね。これを読むとみんな経済人は中国へ行けなくなってもう自由と繁栄の声一気にシフトしようという流れになると思います。はい、そしてもう一つ、10月25日金曜日アイムホール立川です。こちら水間先生の講演会ぜひ足を運んでください。はい、今日は先生本当に貴重なおどうも話ありがとうございました。ありがとうございました。またお越しくださいませ。水間先生でした。ありがとうございました。